皆さんこんにちは。卓球用具の深く果てしない深淵を覗き込み、分厚いカタログスペックの裏側に隠された銘柄が公式には絶対に語らない真実を徹底的に解き明かす時間、テーブルテニスインサイトの時間がやってまいりました。ナビゲーターの用具マニア、そしてケミカル探求者のケンジです。こんにちは、アシスタントのみさきです。ケンジさん、今日のテーマはこの動画のコメント欄にいただいた熱いリクエストをきっかけに、さらに深くマニアックに調べてみたシリーズの記念すべき第66弾ですね。前回はアンチラバーのメンテナンスという全卓球人の数パーセントにしか刺さらないと思いきや、まさかの大反響だった超マニアックなテーマでしたが、今回はどんなテーマなんでしょうか？今回はですね、まさに私たちの動画のサブタイトルであるメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実に過去のどの回よりもふさわしい近眼かつ極めて奥深いテーマです。ズバリ、中国卓球用具市場における主要4大メーカーのラバー、ラケット、付随商品に関する最新技術動向レポートを徹底的にお届けします。付随商品、つまりアクセサリーですね。ラケットの木材やラバー本体じゃなくて接着剤とかクリーナーとかですか？なんだか裏方というかすごく地味なテーマに聞こえますけど、卓球の主役はやっぱりボールを直接打つラバーとそれを支えるラケットじゃないんですか？日本の一般的な卓球環境にいると絶対にそう思いますよね。接着剤なんてただラバーを木にくっつけるだけの糊だと、クリーナーはただ汚れを落とすだけの石鹸だと。しかしこと中国製の卓球用具に関してはその常識は完全に根底から送ります。このアクセサリー類こそがラバーの真の性能の半分、いやそれ以上を決定づけている隠れた主役であると言っても過言ではないんです。ただの糊やクリーナーでラバーの性能がそんなに劇的に変わるんですか？ちょっと信じられません。変わるなんてもんじゃありません。まるで別の生き物、別のラバーに生まれ変わるんです。卓球ファンなら誰もが世界大会の映像で見たことがあるでしょう。中国のナショナルチームの選手たちが放つあの血を這うような低さから急激に沈み込む凄まじい威力のパワードライブ、そして台の奥深くでカキーンと鳴り響くあの独特の高高い金属音。はい、マルーン選手やファン・ジントン選手、ワンチキン選手のドライブですね。あのボールの威力は彼らの幼少期から鍛え抜かれた異常な筋肉と中国製の強氷みたいなカチカチで特別な粘着ラバーのおかげだと思ってました。もちろん強靭なフィジカルとラバー本体の性能も不可欠ですが、あの威力の真の源泉は実はそのラバーの下、見えないスポンジの裏側に塗られている魔法の液体たちが引き起こす極めて複雑な化学反応によって生み出されているんです。彼らはラバーを買ってそのまま貼っているわけではないんです。魔法の液体、なんだかスポーツの話から中世の錬金術みたいな怪しい話になってきましたね。ワクワクします。今日はその錬金術の秘密を全て暴きます。中国卓球界を強力に牽引する主要4大メーカーである宝足紙、DHS、ローキ、ライジン、銀河、インエイ、サンウェイの最新アクセサリー戦略を紐解きます。水溶性接着剤が果たす驚くべきトランポリンの役割から、海外フォーラムで日々激論が交わされている補助剤、ブースターという劇薬の秘密、そして劣化したラバーを文字通り復活させるオイルの謎まで、日本の卓球ショップでは絶対に教えてくれない物理学と科学が交差するディープすぎる世界へ皆さんをお連れしますよ。画面の前の皆さんも知恵熱が出ないようにシートベルトをしっかり締めて、ぜひ最後までお付き合いください。接着剤やオイルの化学反応が世界最高峰の威力を生み出しているなんて、卓球って本当に物理と科学のスポーツなんですね。早く詳細を知りたいですが、まずは今回のレポート調査で分かった最大の発見の全体像を教えてもらえますか？はい、エグゼクティブサマリーとして今回の包括的分析レポートから判明した衝撃の事実を先に3つの最重要ポイントにギュッと絞ってお伝えしましょう。この3つのポイントを聞くだけでも今日の動画を再生していただいた価値が十二分にありますよ。はい、メモの準備はバッチリです。画面の前の皆さんも卓球の概念が変わる超重要ポイントですよ。お願いします。1つ目、中国製の硬質粘着ラバーはパッケージから出してそのままラケットに貼っただけでは実は未完成品なんです。2008年のスピードグルー禁止以降、中国メーカーはラバー本体を柔らかくするのではなく、接着剤の層そのものにトランポリン効果を持たせるという独自のアプローチにシフトしました。その頂点に立つのが高層機 DHS の15号無機硬水という水溶性接着剤です。これは単なる糊ではなく、ラバーの弾性を底上げする第3の層として機能しているんです。未完成品？そして接着剤がトランポリンになる。ただくっつけるためだけの液体じゃなかったんですね。ラバーとラケットの間にもう一つのクッションを自作しているようなものですか？ 2つ目、
海外の巨大卓球コミュニティであるレディットやテーブルテニスデイリーで連日激論が交わされている補助剤ブースターの存在です。ハイフのシームン、海フの海上名月などに代表されるこのオイル成分は、硬い中国製スポンジの気泡を科学的に膨張させ、反発力をドーピングのように劇的に向上させます。これが中国卓球界を支配する公然の秘密です。ブースター、聞いたことあります。スポンジを無理やり膨らませて弾ませるドーピングみたいな怪しい液体ですね。でもそれってルール的に大丈夫なんですか？そのグレーゾーンについても後でたっぷり解説しますよ。そして3つ目、弾ませるだけでなくトップシートの粘着力の復活と維持に関しても3位の総合ケアキットやなんと市販のベビーオイル等を用いた民間療法的なメンテナンス手法が科学的な根拠を持って研究実践されていることが分かりました。スーパーで買えるベビーオイルで粘着が復活する？日本の専用クリーナーで拭くという常識とは全然違うアプローチなんですね。この後のパートではこれらの化学物質が一体どのようにラバーの分子構造に働きかけているのか、そして各メーカーがどのような哲学と戦略でケミカル商品を展開していくのか、一つ一つの謎を詳細に紐解いていきます。中国ラバーを愛用している方はもちろん、中国ラバー特有のいやらしい威力の秘密を知りたい方、そして用具の限界を超えたい方も絶対に見逃せない内容ですよ。さて、各論に入っていく前に、そもそもなぜ中国卓球においてアクセサリー、ケミカルがここまで異常なほどの進化と細分化を遂げたのか、その歴史的背景を深く理解する必要があります。これを踏まえないと彼らの異常な執念が理解できません。歴史的背景ですか？卓球界で何か大きな事件があったんですか？はい、卓球の歴史を古代と近代に二分するほどの巨大な事件、それが2008年の国際卓球連盟 ITTF によるスピードグルーの全面禁止です。北京オリンピックの直後のことですね。スピードグルー、昔の卓球選手が試合の直前に体育館の隅っこや廊下でラバーの裏にシンナーみたいなツンとした匂いのする接着剤をハケで何重にも塗ってラバーをイカ焼きみたいに反り返らせていたあれですね。その通りです。当時を知る人なら体育館に充満する独特のシンナー臭を生み出すはずです。スピードグルーには揮発性有機化合物 VOC が大量に含まれており、これがスポンジの気泡の奥深くに侵入して気化膨張することで、ラバーにすまじましい反発力と金属バットで打ったかのようなカキーンという高い打球音、そして圧倒的なスピードとスピンをもたらしていました。プロからアマチュアまで全員がこの魔法のノリに依存していたんです。しかしこの VOC ガスが選手の呼吸器等の健康に深刻な被害を及ぼすという問題から世界的に完全に禁止されたんです。日本でも有機溶剤入り接着剤の禁止として大騒ぎになりました。健康第一ですから当然の措置ですよね。でもそれがどうして現在の中国ラバーのケミカル進化につながるんですか？当時の中国製ラバー、例えば王道中の王道である伝統的な強氷などはスポンジが石のようにカチカチに硬く、最初からスピードグルーを大量に塗って膨張させて使うことを大前提として設計されていました。つまりグルーが禁止された瞬間、中国選手たちは全然弾まないただの硬くて重いゴムの塊で戦わなければならないという絶望的な状況に追い込まれたんです。うわー、それは大ピンチですね。日本のテナジーみたいな最初からスポンジにテンションがかかっていてよく弾む最新のテンションラバーにみんな乗り換えなかったんですか？そこが中国卓球のプライドであり強さの根源です。彼らは粘着ラバー特有のバウンド後に急激に沈む癖玉と退場でのストップやつっつきの圧倒的なコントロール性能を捨てることを絶対に良しとしませんでした。テンションラバーではボールが勝手に飛び出しすぎて彼らの緻密な退場技術が狂ってしまうからです。そこで中国のメーカー各社はラバー本体をテンション化する研究と並行してラバーとラケット本体を除く付随商品、つまり接着剤やオイルのケミカルイノベーションに莫大な予算と研究開発を続け込み、どうにかして失われた威力を取り戻そうとルールと科学の境界線で激しい技術競争を繰り広げるようになったんです。なるほど。ルールの網目を縫っていかに合法的に、あるいは限りなくグレーな手法をついてかつてのスピードグルーのような爆発的な威力を取り戻すか、その壮絶な戦いの結晶が今の中国製アクセサリーなんですね。その熾烈なケミカル開発競争を最前線で牽引しているのが今回のレポートで取り上げられている中国の主要4大メーカーです。それぞれが全く異なる哲学とターゲット層を持っています。エグゼクティブサマリーで上がっていた4社ですね。高創期、ロキ、銀河、サンウェイ。それぞれどんな特徴や役割があるんですか？まず中国卓球界の絶対王者として君臨しているのが高創期です。
中国ナショナルチームの公式スポンサーであり、ケミカル用品においても世界のプロフェッショナル基準となる最高品質の接着剤やクリーナーを市場に供給しています。車で言えばメルセデスやフェラーリのような業界の基準機であり最高峰ですね。彼らの作るケミカルはトップ選手が限界のパフォーマンスを発揮するために設計されています。中国卓球といえば DHS という揺るぎないブランド力ですね。誰もが一度は憧れるメーカーです。次にロキです。ここは王鵬選手などのレジェンド的なレジェンドがブランドの看板となっており、競技志向の強いハイインドなパフォーマンス向上アクセサリーに注力しています。常に最先端の技術を取り入れ、ライバルに差をつけるためのアグレッシブな製品展開が特徴です。他のメーカーがやらないようなニッチで尖ったケミカルを出してくるのがここです。王鵬選手、裏面打法の神様ですね。彼が関わっているなら性能へのこだわりも相当強そうです。そして銀河。ここはコストパフォーマンスに極めて優れたラケットで有名ですが、ケミカル分野でも非常に実用的で安価かつ性能の高い接着剤や補助剤を大量にリリースしています。高価な DHS には手が出ない草の根のプレイヤーや学生たちから圧倒的な支持を得ている庶民の味方です。彼らのおかげで中国の卓球人口の裾野が支えられていると言っても過言ではありません。お財布に優しいのは本当に嬉しいですね。部活生には必須のブランドです。最後にサンウェイです。近年急成長しているブランドで、単なる威力の向上だけでなく、高価なラバーの寿命を伸ばす、総合的に用具をケアするというメンテナンスの全体最適化とサステナビリティを目指したケアキットなどを展開し、中国市場に新しい価値観を提唱している新進気鋭のメーカーです。なるほど。威力の DHS、技術のロキ、コスパの銀河、ケアのサンウェイ。メーカーごとにケミカルに対するアプローチや哲学が全然違うんですね。面白くなってきました。では、ここからは具体的な製品の物理化学的なメカニズムに迫っていきましょう。まずは絶対王者 THS の中核を担う接着剤、15号無機香水、ナンバー 15VOC フリーウォーターグルーです。無機香水。日本語に直訳すると、水溶性接着剤ってことですね。でも接着剤なんてラバーとラケットをくっつけるだけのただの糊じゃないんですか？ファインチップとかフリーチャックと何が違うんですか？日本の一般的な卓球ファンはそう考えますよね。くっつけば何でもいい、剥がれなければそれでいいと。しかしこの15号無機香水は中国国内で初めて国際卓球連盟 ITTF の厳格な VOC 揮発性有機化合物フリーテストをクリアし認証を受けた歴史的な製品なんです。スピードグルーの代わりとして DHS が社運をかけて開発しました。中国初の合法的な水溶性接着剤だったんですね。はい。DHS がこの接着剤に求めたのは単来ラバーが剥がれないための接着力ではありません。硬くて飛ばない強氷のスポンジの下でいかに失われた弾性をサポートしボールの威力を底上げするかという点に心血が注がれています。接着剤が弾性をサポートする。どういうことですか？糊がボールを飛ばしてくれるんですか？この接着剤は微量のアンモニア水などの溶剤を用いて天然ゴムや合成ゴムの微粒子成分を水中に分散させたいわゆるラテックス系の水溶性接着剤です。これをスポンジに塗ってドライヤーの熱などで水分が完全に蒸発するとそこに非常に均一でかつ極めて弾力性の高いゴムの皮膜が形成されるんです。輪ゴムを平らに引き伸ばしたようなイメージですね。糊の水分が飛んで後に薄くてよく弾むゴムのシートが残るってことですね。その通りです。中国のトップ選手たちはこの15号無機香水をラバーのスポンジに薄く何度も何度も重ね塗りをします。塗っては乾かし塗っては乾かしを繰り返し3回4回多い選手だと7回8回と重ねて意図的に分厚い弾力のあるゴムの層を人工的に作り出すんです。何回も塗ってわざと厚みを出してそれを接着剤じゃなくてラバーの一部として使っているってことですか？ものすごい手間暇がかかってますね。まさにその通りです。美咲ちゃん、素晴らしい理解力ですね。ありがとうございます。でもそんな分厚い接着剤の層を作ったところで本当に実際のボールの威力に影響するんですか？たかだか数ミリ、いや1ミリにも満たないそうですよね。それが劇的に影響するんです。レポートの物理学的な分析によれば、この15号無機合水によって形成された均一な皮膜は、ボールがラケットに激しく衝突した瞬間、硬い木材のブレードと、これまた硬質スポンジの間に挟まれた第3の単成体、エラストマー層として機能します。第3の単成体。木材、スポンジ、そしてその間にある接着剤の層ということですね。
ハンバーガーのパティの下にもう一枚弾力のあるチーズを挟むみたいな。はい。硬い強氷のスポンジはそれ単体ではボールが深く食い込まずに表面で弾いてしまいます。これだと回転もかからず威力も出ません。しかしその下に弾力のある分厚い接着剤の層があることで、インパクトの瞬間に接着剤の層がクッションのようにぐっと深く沈み込みます。そしてそこから復元しようとする力で、まるでトランポリンのようにボールを前へと力強く押し出す追加の反発力、キック力を生み出すんです。なるほど。硬いスポンジの食い込まないという最大の弱点を、その下にある接着剤のトランポリンが深く沈むことで補っているんですね。だから中国選手はあんなに後ろからフルスイングしても、ボールがしっかりラバーにホールドされて、強烈な弧線を描いて相手の台に沈み込むように収まるんだ。まさにそれです。日本の接着剤、例えばファインチップなどは接着力こそ非常に強いですが、被膜は比較的硬く薄く仕上がるように作られています。厚塗りするとダマになりやすいんですよね。しかし DHS の15号無機合水は、この被膜形成オフ均一性と硬化後の圧倒的な弾力性において、自社の強氷シリーズと完璧なシナジーを生み出すように成分が分子レベルで調整されている、まさに強氷のための専用設計ケミカルなんですよ。さらにこの15号無機硬水には、男性向上と同等や選手によってはそれ以上にプロ選手から絶大な支持を集めているある物理的な特徴があります。弾むだけじゃなくてまだ何か秘密があるんですか？本当に多機能ですね。それは剥離性、つまりラバーをラケットから剥がした後に残る接着剤の膜の剥がしやすさです。剥がしやすさ。スポンジについた古い糊を指でこすって取る時のことですか？あの作業地味に疲れるんですよね。はい。後で詳しく解説する補助剤、ブースターを使用する選手にとって、この古い膜の剥離性は文字通り死活問題なんです。ブースターを塗って強制的に膨張させたスポンジは、内部の気泡が極限まで引き伸ばされており、構造的に非常に脆く破れやすくなっています。限界まで空気を吹き込んだ風船みたいな状態ですね。ちょっと爪を立てただけでパンと割れちゃいそう。そうです。その脆いスポンジから古い接着剤の膜を指の腹でゴシゴシこすって剥がす作業、いわゆる膜剥がしの時に、接着剤が中途半端にスポンジにこびりついていると、膜と一緒にスポンジごとボロッとえぐれるようにちぎれてしまいます。そうすると1万円近くする高価なラバーが一瞬で使い物にならないゴミになってしまうんです。うわー、それは最悪ですね。膜剥がしって親指が痛くなるくらい大変で時間がかかるのに、その上でラバーまで壊れちゃったら、想像しただけで泣きたくなります。しかし15号無機硬水は乾燥して形成された被膜の強集力、つまり膜自体の分子同士の結合力が非常に高く設計されています。そのためラバーを交換する際やブースターを再度塗り直すために古い膜を剥がす際、端っこを少しめくって引っ張ると途中でプチプチちぎれることなく、分厚い一枚の綺麗なゴムシート状になってペロッと簡単に剥がれ落ちるんです。おー、日焼けした後の皮が背中一面綺麗に剥けるみたいですごく気持ちよさそう。ASMR 動画になりそうですね。まさにそんな快感があります。この脆いスポンジに全くダメージを与えずに何度でも綺麗に膜をリセットできるという特性こそが、中国のトップ選手たちがブースターの塗布と膜剥がしというメンテナンスを何度も繰り返しながら、常にラバーを最高の状態に保ち続けられる最大の理由なんです。接着剤の強度が用具の寿命とパフォーマンスの安定性を裏から担保しているわけですね。さて、接着剤の層がトランポリンになるというある意味平和な科学の話をしてきましたが、ここからは中国卓球の威力を語る上で絶対に避けて通れない最大のタブー、しかし世界中の誰もが知っている公然の秘密の領域に足踏み入れましょう。ついに来ましたね。エグゼクティブサマリーでも言っていた補助剤、ブースターですね。ドーピングの話題みたいでドキドキします。はい。世界最大の卓球用具フォーラムであるテーブルテニスデイリーや巨大掲示板レディットの卓球コミュニティにおいても、連日どうやって DHS の硬いロバーをブースト、膨張させるのが一番効果的かというトピックが絶えることはありません。世界中の用具マニアが血まぎれになって情報を探しています。海外の卓球マニアの間でも超ホットな話題なんですね。でもさっきスピードグルーが健康被害で禁止されたって言ってましたよね。ブースターは使っていいんですか？そこが非常にグレーでかつ複雑なところです。現在の ITTF のルールブックでは、ラバーの物理的特性、厚さや弾性などを工場出荷時から後天的に変化させる化学物質の塗布は明確に禁止されています。しかし同時に揮発性有機化合物 VOC の測定値が基準値以下であれば、大会の検査機器イーネズやミニレイトを通過してしまうという現実があるんです。
ということはルール上は絶対にダメだけど、今の機械は VOC ガスが出ているかどうかしか測れないから、ガスが出ない成分ならこっそり使ってもバレないってことですか？現実問題としてそうです。トップレベルの競技シーンにおいて硬質な中国製粘着ラバーをパッケージから開けてそのまま未加工で使用している選手は皆無に等しいとさえ言われています。メーカー側もその実態を分かっていて、最初からスポンジにブースターをたっぷりと付して膨張させた状態の宇治立てファクトリーチューンドという製品を堂々と公式に販売しているくらいですからね。メーカー公認のチューニング済みラバーがあるんですね。ではその検査をすり抜けるブースターって具体的にどんな魔法の液体なんですか？今回のレポートや海外ソースなどの WTTC などでも特に名指しで言及されている現在市場で最も有名かつ強力なブースターの一つがハイフシームーンブースターオイル、中国名でハイフ海上名月と呼ばれる製品です。ハイフのシームーン、海上の明るい月だなんて、なんだか中二病心をくすぐる必殺技みたいでかっこいい名前ですね。このシームーンはかつてのスピードグルーのような揮発性の高いシンナー臭のする有害な溶剤ではありません。ミネラルオイルなどを主成分とした非常にドロリとした粘度の高い蜂蜜のような黄色いオイル状の液体です。だから VOC 検査の機械には反応しないんです。匂いもほとんどありません。油なんですね。それをどうやって使うんですか？使い方はまさに育成あるいは熟成と呼ぶにふさわしいプロセスです。まず新品の強氷の硬いスポンジ面にこのシームーンオイルを専用のハケでたっぷりと均一に塗布します。接着剤を塗る前に直接スポンジに油を塗りてくっちゃうんですか？そうです。塗った直後はスポンジがテカテカに濡れていますが、数時間から半日ほど放置するとオイル成分がじわじわとスポンジの気泡の奥深くまで浸透していきます。そして浸透するとどうなると思いますか？油を吸ってスポンジが柔らかくなる？それだけではありません。オイルを吸い込んだスポンジは物理的に大きく膨張するんです。スポンジ側だけが風船のように膨らもうとするのに対し、上のトップシート、ゴム表面の大きさは変わらないため、ラバー全体がスポンジ側を外側にして、焼いたイカのように大きく U の字に反り返ります。これをフォーラムではドーム効果と呼んでいます。ラバーがくるんって丸まっちゃうんですね。生き物みたいに形が変わるなんてちょっと不気味ですね。中国の選手たちはこの反り返りが落ち着いて少し平らに戻るまで数日間待ち、さらに2回3回とオイルを塗り重ねてラバーを自分好みの弾みになるまで限界まで育て上げるんです。何日もかけてオイルを染み込ませて育てるなんて、もはや肉の熟成とか職人技の世界ですね。でもそうやってスポンジをパンパンに膨張させると実際のプレーにどう影響するんですか？ここからが科学と物理の面白いところです。シームーンなどのブースターオイルがスポンジ内部に浸透すると、スポンジを構成するゴム分子の鎖の間に入り込み、分子同士の距離を物理的に押し広げます。これを過疎化作用と呼びます。分子レベルでゴムを柔らかく広げているんですね。はい。これにより本来はカチカチで反発力のない強氷のスポンジがまるで強烈に引っ張られたゴムパチンコのように内部に莫大なテンションを蓄えた状態になります。なるほど。オイルの力で人工的に強烈なテンションラバーを作り出している状態なんですね。その通りです。このブーストされて限界まで張力がかかったラバーでボールを強打すると、インパクトの瞬間にカキーンというかつてのスピードグルー時代を彷彿とさせるすまさじい金属音が体育館に鳴り響きます。これがブースターを使っているかどうかの一つの耳で聞こえる証拠にもなります。プロの試合の動画でよく聞く高くて響く打球音ですね。テンションが上がります。そしてオイルによって拡張された気泡が強力なバネのように機能し、硬いボールをスポンジ深くまで食い込ませた後、爆発的な反発力でボールを弾き出します。海外フォーラムではこれをカタパルト効果と呼んでいます。カタパルト、空母から戦闘機を射出する装置ですね。まさに大砲みたいな恐ろしい威力が手に入るんだ。さらにスポンジが膨張してトップシートを内側から強く押し上げることで、シートの粒ピンプルに常に張力がかかった状態になり、シート表面の引っかかり摩擦力も向上し、回転量も異常なほど跳ね上がります。中国選手があれだけタイから離れても一切打ち負けないのは、強靭なフィジカルに加えてこのケミカルによる限界突破があるからなんですよ。さて、ここからはさらにマニアックな深淵に潜っていきますよ。スポンジ側の弾みをブースターという劇薬で強制的に強化する話をしてきましたが、
中国製粘着ラバーのもう一つの命、いや最大のアイデンティティであるトップシートの粘着力、あの強烈なペタペタ感の維持復活に関しても、海外では連日非常にディープで熱い議論が行われているんです。粘着ラバーってパッケージを開けた最初はボールがくっついて逆逆にしても落ちないくらいペタペタで感動しますけど、実際に練習で使っているうちに体油感のほこりがついたり自分の手汗がついたりして、数週間もするとすぐにツルツルになっちゃいますよね。あの最初の感動を返してっていつも思います。そうなんです。粘着ラバーユーザーにとってそのツルツルになってしまった時の絶望感は計り知れません。粘着が落ちた鏡氷なんてまるでガラスの板で卓球をしているようなもので、ボールが滑って全く持ち上がらなくなります。そこで海外の巨大掲示板レディットの卓球コミュニティに投稿されたある非常に興味深く、そして多くのユーザーを救ったスレッドを紹介しましょう。レディット、世界中のオタクが集まる掲示板ですね。どんなトピックなんですか？タイトルは Why do people suggest to rejuvenate your DHS Hurricane 3 with oil? Explain the process how oil can help the grip, please. 日本語に訳すと、なぜ人々は氷氷3をオイルで復活させることを勧めるのか、オイルがどのようにグリップを回復させるのか、その魔法のプロセスを論理的に説明してほしいというトピックです。スポンジじゃなくてボールが直接当たる表面のゴムの方にもオイルを塗るってことですか？それってボールがオイルで滑って余計にツルツルになって大惨事になりそうですけど、普通に考えてありえないですよね。日本の常識的な感覚なら絶対にそう思いますよね。日本においてラバーの表面のメンテナンスといえば、専用の泡クリーナーやミストクリーナーを使って汚れや油分を徹底的に落とすのが絶対の常識です。油を塗るなんてラバーに対する冒涜であり言語道断と教わります。しかしこのレディットの議論では、多くのマニアックな海外ユーザーが完全に劣化した氷氷の表面に少量のミネラルオイルやベビーオイル、あるいはサンフラワーオイル、ひまわり油を際薄く塗り込むことで、あの初期の強烈な粘着力が奇跡的によみがえると実体験を持って証言しているんです。ベビーオイルやひまわり油、スーパーやドラッグストアで数百円で買える普通の油で1枚数千円もする高いラバーが復活するんですか？信じられません。はい。実はこれには単なるオカルトや都市伝説、あるいは滑っているのを回転がかかっていると勘違いしているプラシーボ効果などではない、高分子化学に基づいたしっかりとした物理的なメカニズムが隠されているんです。次のパートでそのオイル復活術の科学を解き明かしましょう。油を塗って逆に滑らなくなる理由、すごく気になります。早くその科学的な種明かしを教えてください。まず氷氷などの中国製粘着ラバーのトップシートの構造を理解する必要があります。あのシートは天然ゴムを主体としたベース素材にタッキファイヤーと呼ばれる強い粘着性を生み出す特殊な低分子量の樹脂成分が練り込まれて製造されています。これが表面に染み出しているからペタペタするんです。なるほど。ゴム自体がベタベタしているんじゃなくて、ベタベタする成分を後から混ぜ込んでいるんですね。はい。しかしラバーを長期間使用して空気中の酸素やオゾン、あるいは体育館の照明の紫外線に触れ続けていると、ゴムの表面がどんどん酸化していきます。さらに、もともとゴムの柔軟性を保つために含まれていた可塑剤と呼ばれるオイル成分が空気中に徐々に揮発して逃げていってしまうんです。その結果、表面が乾燥してカサカサに硬化してしまいます。人間の肌が冬場に乾燥して水分と油分が飛んでカサカサになってひび割れるのと同じ状態ですね。まさにその通りです。素晴らしい例えです。肌が乾燥して粉を吹いたとき、私たちはそのまま放置しませんよね。保湿クリームやベビーオイルを塗って潤いを与え、肌を柔らかく保とうとします。それと全く同じアプローチを乾燥してひび割れる寸前の劣化したラバーを行います。なるほど。オイルでラバーをスキンケアして保湿してあげるんだ。その具体的な手順ですが、まず劣化したトップシートの表面のホコリをきれいに落とします。そして極少量のミネラルオイル、空気中で乾燥して固まらない非乾性油であることが絶対条件です。を指の腹や専用の柔らかいスポンジを使って円を描くように薄く、本当に薄く、ラバー全体に均一に塗り込みます。スキンケアみたいに優しく塗り込むんですね。そして、オイルが表面を覆った状態で一晩、約12時間ほど放置します。すると、オイル成分が硬化したゴムのミクロの隙間にゆっくりと浸透していき、ガチガチに固まっていたゴム分子の剥離を再び柔軟にするんです。これを化学用語で過疎化、プラスチシゼーションという化学変化と呼びます。カサカサの硬いゴムがオイルを吸ってもちもちの赤ちゃん肌みたいに若返るんですね。その通り、
ゴム自体がオイルを吸って柔軟性を取り戻すことで、ラバーの内部に眠っていた、あるいは固まっていたタッキファイヤー、粘着成分が再び表面に染み出しやすくなります。さらにゴムがもちもちに柔らかくなることで、インパクトの瞬間にボールとの接触面積が物理的に広がるため、ボールがラバーにグッと吸い付くような強力なグリップ力が見事に余罪があるんです。これが復活のメカニズムです。すごい、完全に理にかなってますね。これなら新しいラバーを買うお金がない学生でも自分ですぐに試せそう。ただし重大な注意点もあります。レッディットの議論でも絶対にやりすぎなと厳しく警告されていますが、オイルの塗りすぎは破滅を招きます。オイルの量が多すぎるとゴムが過剰に溶けて泥のようになり、ブヨブヨになってかえって反発力が死んでしまいます。ボールが全く前に飛ばなくなるんです。ほんの 1,2 滴を限界まで薄く伸ばすという、まさに職人のようなさじ加減が求められる、ハイリスクハイリターンなディープなメンテナンス手法なんです。オイルによるトップシートの復活術について、今度は世界最大の卓球フォーラム、テーブルテニスデイリーで連日交わされている、さらにマニアックで狂気じみた議論を覗いてみましょう。トピックのタイトルは Help with Boosting DHS Lovers、 DHS ラバーのブースティングについての助けを求むです。先ほどのシームーンなどのブースターをラバーの裏のスポンジに塗る作業のことですね。ただハケで塗って膨らむまで放置するだけじゃダメなんですか？そんなに議論することがあるんですか？実は完璧なブースティングを成功させて究極のラバーを錬成するには、高度な科学的知識と長年の失敗から得られた経験則が不可欠なんです。フォーラムでは世界中の用具オタクたちが何層塗るのがベストか、1層ごとの乾燥時間は何時間が最適か、部屋の気温や湿度は膨張率にどう影響するかという最適解を求めて、日夜マッドサイエンティストのように激論を交わしています。そんなに複雑で繊細なんですね。具体的にみんな一番どんなことで悩んで失敗しているんですか？最も多い失敗がドーム効果、ドームエフェクトの制御です。オイルを塗りすぎたり、焦って一気に何層も塗ったりすると、スポンジ側だけが異常に膨張し、ラバー全体がまるで筒状、タコのような形に丸まりすぎてしまうんです。丸まりすぎるとラケットの平面な木の板に貼り付けるのは至難の技ですよね。指で一生懸命押さえても端っこからビヨンって反り返って剥がれちゃいそう。その通りです。無理やり貼っても打っている最中に接着剤が張力に耐えきれずに剥がれてきて、ボールを打つとベチャッという嫌な音が鳴ってしまいます。そこでフォーラムの熟練者たちは次のような緻密な手順を推奨しています。まず極薄く1層目を塗り、最低24時間は乾燥させる。ラバーが一度丸まり、その後オイルが浸透して少しフラットに戻り始めたタイミングを見計らって、初めて2層目を塗る。そして完全にフラットに近い状態に落ち着くまで、数日間風通のいい直射日光の当たらない日陰で静かに寝かせるという手順です。寝かせる、熟成、もはやスポーツ用品の準備の域を完全に超えてますね。大切な試合の1週間、いや10日前から逆算して仕込みを始めないといけないんだ。さらに高度なテクニックもあります。強力すぎるブースターを直接スポンジに塗ると、成分がスポンジを通り越してトップシートの接着面まで到達し、ラバーを破壊してしまう、シートが浮くことがあります。それを防ぐために、あらかじめ DHS の15号無機香水、接着剤を極薄く一層塗って下地、プライマーを作り、その上からブースターを塗るんです。こうすることで接着剤の膜がフィルターの役割を果たし、オイルがスポンジの深層に一気に染み込みすぎるのを防ぎつつ、均一なテンションを得られるというわけです。接着剤をラケットに貼るためじゃなくて、オイルの浸透をコントロールするためのフィルターとして使うんですね。世界中のマニアの底知れぬ探求心と執念、本当に恐るべしです。さらにテーブルテニスデイリーの別のトピック、What oils can be used as boosters というスレッドでは、市販の高価な卓球専用ブースターの完全な代用品を探しまとめる、まさに現代の錬金術たちのような議論が展開されています。先ほどのベビーオイルとかひまわり油みたいな話がスポンジの方でも行われているんですね。はい。ハイフシームーンなどの有名な専用ブースターは非常に高価で、小さなボトルでも数千円から1万円近くしますし、しかも日本や欧米では正規ルートで手に入れにくい、偽物も多いという大きな難点があります。そこで海外のプレイヤーたちは、身近な日用品やホームセンターで買える安価な化学物質で、高価なブースターと同じようにスポンジを膨張させられないか、日々人体実験ならぬラバー破壊実験を行っているんです。チャレンジャーですね。失敗したら高いラバーがパーになるのに。例えばどんなものを代用品として試しているんですか？最もポピュラーで安全性が高いとされているのが、トップシートの復活にも使われていたジョンソン&ジョンソンのベビーオイル、主成分ミネラルオイルやパラフィンオイル、流動パラフィン、あるいはランプオイルです。
これらは有機溶剤を含まないため安全で、スポンジのゴムをゆっくりと柔らかく膨張させる効果があります。専用のシームンほどの爆発的なカタパルト効果、引き出しはありませんが、マイルドでコントロールしやすい打球感と数ヶ月間も長持ちする安定したテンションを得られるとして、一部のアマチュアプレイヤーから熱烈に支持されています。ベビーオイルなら薬局で数百円で大容量が買えますもんね。コスパ最強じゃないですか。それならお小遣いの少ない学生でも真似できそう。しかし、さらに強い威力を求める猛者たちもいます。彼らはユーカリオイルやオレンジオイルなどの柑橘系精油 D リモネンや、さらに強力な工業用の溶剤を試すんです。オレンジオイル、シール剥がしとかに使われる強力なやつですよね。それはすごく弾みそう。確かに一時的な威力は凄まじいんですが、結論から言うと大失敗に終わることが多いようです。リモネンなどは揮発性が高すぎるため、効果が数日で切れてしまうんです。しかも溶剤としてのパワーが強すぎるため、スポンジの気泡の壁を溶かして破壊してしまい、ラバーの寿命を極端に縮めます。スポンジがボロボロ崩れる。さらに ITTF の VOC 揮発性有機化合物検査に確実に引っかかってしまうリスクが高いとフォーラムで結論付けられています。やりすぎるとルール違反で失格になっちゃうし、大切なラバーも溶けておじゃんになっちゃうんですね。まさに欲をかきすぎた錬金術師の末路、自己責任のダークな世界ですね。こうしたフォーラムでの数えきれないほどの失敗と成功の議論の蓄積が、中国製ラバーのポテンシャルを 120% 引き出すための集合値として世界中の用具オタクたちに共有されているんです。さて、ここまで DHS の分厚い接着剤や過激なブースターによる膨張、そしてオカルトスレスレのオイル復活術といったルールの限界を攻めて性能を極限まで引き上げるためのいわばドーピング的なケミカルを見てきました。しかし近年、中国市場においてこれらとは全く異なる新しいアプローチを提唱しているメーカーが台頭してきています。それがサンウェイです。サンウェイ、エグゼクティブサマリーで言っていた総合ケアキットを出しているメーカーですね。はい。レポートの出典にもあるサンウェイテーブルテニスラバーケアキットがその哲学を最もよく表している代表製品です。サンウェイはラバーを劇薬で無理やり膨張させて数週間で寿命を迎えて使い捨てるような過激なチューニング競争から距離を置いています。彼らが焦点を当てているのは、高価なラバーの寿命をいかに安全に、そして健康的に伸ばすかという卓球用具における持続可能性、サスティナビリティなんです。ドーピングやステロイドに頼るボディービルディングから、毎日の食事とサプリメントで健康的な体を作るオーガニック思考への転換みたいですね。今の時代にすごく合っています。まさにその表現がぴったりです。このケアキットにはラバーのゴム成分に優しい VOC フリーのフォームクリーナー、細かいホコリを傷つけずに絡め取る専用のきめ細かい拭き取り用クリーンスポンジ、そして保管時に粘着面を酸化や乾燥から保護するための高品質な非粘着保護フィルムなどがスタイリッシュなケースに一式セットになってパッケージングされています。全部がオールインワンでセットになっているなら、これから粘着ラバーを使い始める初心者やジュニア選手でも迷わずに正しいメンテナンスの習慣が身につきそうですね。そうなんです。特に中国製の粘着ラバーは日本のサラサラしたテンションラバーに比べて表面のペタペタした成分に体育館のへこりや砂が吸着しやすく、日々のケアを怠ると数日で極端に性能、回転量が落ちてしまいます。サンウェイはブースターで無理やり弾みを上げる前に、まずトップシートのコンディションを常に新品のクリーンな状態に保つことこそが、私たちアマチュアプレイヤーが試合で安定して勝つための最も確実な最短ルートであると啓蒙しているんです。確かに、いくらスポンジが弾んでボールが速くても、表面がホコリまみれでツルツルだったら、回転がかからずに全部オーバーミスしちゃいますからね。足元を固める基礎の徹底ですね。さらに、サンウェイが展開している接着剤、サンウェイテーブルテニスグルーを見ても、DHS の15号無機香水とは明確に異なる独自の設計思想、つまり使いやすさ、ユーザビリティへの強いこだわりが見て取れます。同じ中国製の水溶性接着剤なのにそんなに違うんですか？ DHS の接着剤が何層も分厚く塗ってトランポリンの層を作ることを前提としたある意味で扱いが難しいプロ仕様の設計だったのに対し、サンウェイの接着剤はより一般のプレイヤーや卓球ショップの店員が絶対に失敗せずに簡単に薄く均一に塗れることを最優先に、液の粘度、ドロドロ具合やアンモニア成分の配合が絶妙に調整されています。なるほど。DHS のやり方はプロの用具係がやるような職人技で、私みたいな不器用な素人が見よう見まねで厚塗りしようとすると、途中でダマになっちゃったり、重くなりすぎてラケットが振れなくなっちゃいそうですもんね。おっしゃる通りです。接着剤のダマ、塊は打球した時にボコンという不規則な反発、イレギュラーを生む最悪の原因になります。
サンウェイの接着剤は非常にサラサラとした水のような液質で、付属の専用スポンジでスーッと一塗りするだけで素人でもムラなくブレード全体に広がります。そして何より乾燥速度が極めて速いのが最大の特徴です。ドライヤーを使わなくてもすぐに乾くのは、練習時間が限られている部活生や大会の当日に急いでラバーを張り替えなきゃいけない社会人プレイヤーにとってはすごくありがたい性能ですね。被膜は非常に薄く仕上がるため、 DHS のような強烈なトラントリン効果、追加の反発力は得られません。しかしその分、ラケット本体、木材やカーボン素材が持つ本来のピュアな打球感や振動を接着剤の層で邪魔することなく、一切のノイズなくダイレクトにプレイヤーの手に伝えてくれます。これは中国ラバーだけでなく、日本のテナジーなどのテンションラバーとの相性も抜群にいいことを意味します。現代の多様な用具環境にマッチした非常にユーザビリティの高い賢い接着剤と言えます。究極の威力を追求する DHS、使いやすさと用具の健康をケアするサンウェイ。同じ中国メーカーでも哲学と個性がはっきり分かれていて本当に面白いです。最後にコストパフォーマンスの絶対王者銀河とレジェンドの魂を受け継ぐ技術集団ロキーの中国市場における特殊なケミカル戦略にも触れておきましょう。彼らもまた中国卓球の底点と頂点を支える重要なピースです。はい、この2社はどんな特徴と戦略を持っているんですか？まず銀河ですが、彼らは徹底して草の根プレイヤーの味方という立ち位置を連ねています。非常に安価でありながら実戦で必要十分な性能を持つ水溶性接着剤やクリーナーを中国全土だけでなく世界中に大量に流通させています。彼らの最大の強みは圧倒的な価格破壊です。価格破壊、どれくらい安いんですか？高価な DHS のケミカルやヨーナッパ製の高級ブースターに手が出ない農村部の学生や毎日大量のラバーを張り替える卓球学校のコーチたちにとって、ワインヘの大容量の接着剤はもはや水道水や電気のような卓球インフラとしての存在になっています。安価なケミカルを提供することで、中国の数千万から1億人とも言われる卓球人口の巨大な裾野を物理的に支えているんです。安くて品質が安定しているって消費者にとって一番正義ですよね。ワインヘは中国卓球界の縁の下の力持ちなんですね。一方のロキーは王鵬選手の超攻撃的なスタイルを体現するように、よりパフォーマンスの限界底上げに特化したニッチで尖ったケミカルを開発しています。特に注目すべきは劣化した粘着ラバーのトップシートの引っかかりを復活させるトップシート復活剤などの特殊なケミカル分野です。あ、さっきレディットの議論で出てきたベビーオイルを塗る民間療法をメーカーが本気で科学してちゃんとした製品として売り出したような感じですか？まさにその通りです。ただのオイルを塗るとベタベタになりすぎたり、ルールの問題に抵触するリスクがありますが、ロキーは独自の特許技術を用いて、オイルのように不快にベタつかず、かつ確実にゴム分子を過疎化して、新品同様の粘着力だけを合法的に阻害らせるという特殊なケミカルをリリースし、世界中の用具マニア層から熱い注目を集めています。ユーザーが裏技でやっていたことをメーカーが公式に安全な製品にしてくれるのは嬉しいですね。ロキーはルールの中でギリギリまで性能と利便性を追求する非常にアグレッシブな挑戦者と言えますね。さて、ここまで中国メーカーの様々な驚くべきケミカル技術、トランポリン接着剤、ブースター、復活剤を紹介してきましたが、この話題を語る上で絶対に避けては通れない、そして最も議論を呼ぶのが ITTF 国際卓球連盟の用具ルールとの整合性という問題です。そうですよね。いくら威力が上がる魔法の液体でもルール違反でラケットコントロール、検査に引っかかったら試合に出られなくなって失格になっちゃいますからね。現在の ITTF のルールブックでは、用具の加工に関して大きく2つの非常に厳しい規制が明記されています。1つ目は、ラバーの物理的特性、厚さ、弾性、摩擦力などを工場出荷時から後天的に変化させる化学物質の塗布等の加工の完全な禁止です。つまり、買った状態から性能を変えてはいけないという大原則です。2つ目は、VOC 揮発性有機化合物のラバーからの残留揮発値が規定の基準、通常 2ppm から 3ppm 程度を超えてはならないという具体的な検査基準です。ちょっと待ってください。さっきのブースター、シーモン等をスポンジに塗る行為は完全に一つ目の後天的な物理的変化の禁止のルールに真っ向から違反しているように思えますが。おっしゃる通りです。ルールブックの文面だけを読めば明らかなルール違反、違法チューニングです。しかし現実問題として世界選手権などの大きな大会で実際に導入されている検査機器、エネズやミニレー等の高感度 VOC 検出器は、その仕組み上、ラバーから有害なガス VOC が蒸発して出ているかどうかしか測定できません。つまりガスを検知する機械なんです。ということは、
シーモンのような主成分がミネラルオイルのブースターは沸点が非常に高く、揮発性、気化してガスになる性質がほとんどありません。ためスポンジを劇的に膨張させる物理的変化を起こしているにもかかわらずガスが出ないため、現在の ITTF の検査機器を完全にパス、通過、合格してしまうんです。機械が反応しない以上、審判は合法と判断せざるを得ないんです。なるほど。機械の検査の穴、視覚を完璧についているんですね。実質的に見逃されている、いわゆるグレーゾーンの状態なんだ。はい。もう一つのルールであるラバーの厚さの検査、スポンジとシートを合わせて 4.0 ミリ以下に関しても、審判がルーペ拡大鏡を使って厳密に測るんですが、これも抜け道があります。ブーストしてラバーが大きく膨張した状態でギリギリ 3.95 ミリなどで 4.0 ミリの枠に収まるように、中国のメーカー側が最初からスポンジを 2.1 ミリや 2.15 ミリと少し薄めに意図的に設計して販売しているんです。完全に後からブースティングで膨らませることを大前提とした革新犯的ないたちごっこが展開されています。ルールを作る ITTF 側と、それをどんな手を使ってでもかいくぐって 0.1% でも強い威力を手に入れようとする選手メーカー側の終わりのない知恵比べの戦いなんですね。この広大なグレーゾーンの存在こそが、中国のケミカル市場がこれほどまでに独自の異様な進化を遂げ、海外のフォーラムで日々怪しい情報交換が行われている最大の要因なんです。私たちアマチュアプレイヤーは日本の公式大会でのルール遵守、高加工の禁止が絶対の基本ですが、世界最高峰の卓球の背景にあるこの勝利への異常な執念とそれを支える科学技術の歴史を知ることは、卓球というスポーツの奥深さを理解する上で非常に意義深いことだと思います。いやー、接着剤がトランポリンになり、オイルでラバーを風船のように育て、ベビーオイルで粘着を復活させる。そしてルールの裏を書く。卓球の用具ってお店でラケットとラバーを買って貼ったら終わりじゃなくて、そこからが本当の恐ろしいスタートだったんですね。そうなんです。中国卓球においてアクセサリーは単なる裏方の脇役ではなく、ラバーの潜在能力を 100% 解放し完成させるためのもう半分の主役なんです。最後に今回紹介した中国メーカーの多様なケミカル技術をどんなプレイヤーがどう選ぶべきか、プレイスタイルや目的別に分かりやすくまとめましょう。はい。自分の今の状況やプレイスタイルに一番合うのはどれか、視聴者の皆さんもぜひ参考にしてくださいね。まず中国ナショナルチームの選手のような圧倒的なパワードライブと規格外の回転量で相手のブロックを強引に弾き飛ばしてねじ伏せたいパワーヒッターの方、公式戦でのルールの問題やラバーを壊すリスクを自己責任で完全にクリアできるという前提ですが、 DHS の15号無機香水を何度も重ね塗りして厚いトランポリン層を作り、ハイフシーモン等のブースターオイルでスポンジの限界を強制的に突破させる。この本場中国のハードコアなセッティングが他の追随を許さない究極の威力を発揮します。リスクを背負ってでもロマンと一撃の威力を追求する力自慢の競技者向けですね。次に高価な中国製粘着ラバー、プロ強標などの性能を安全に長く、そしてルールを完全に遵守してクリーンに維持したい堅実なプレイヤーの方。この方には3位のラバーケアキット泡クリーナー等と塗りやすく乾燥が早いサラサラの水溶性接着剤の組み合わせが圧倒的なベストチョイスです。ブースターに頼らなくても日々の細やかな汚れ落としのメンテナンスが試合本番でのスピンの安定感に直結します。ルールを守り基礎を大事にする真面目な部活生や社会人のプレイヤーにぴったりですね。そして手持ちの古い強標の粘着が完全に落ちてツルツルで困っているが、新しく買い替える予算がないお小遣い制の学生プレイヤーや用具の限界を知りたい一粋の用具オタクの方、レッディットで日々議論されている市販のベビーオイルの極量塗布による過疎化復活術やロキの専用トップシート復活剤を試してみる価値が大いにあります。ただし一滴でも塗りすぎるとラバーが泥のように溶けてダメになるリスクと常に隣り合わせの非常にスリリングで実験的な楽しみ方と言えます。自分だけの最高の状態を夜な夜な探求するマッドサイエンティスト向けですね。私もちょっと試してみたくなりました。本日の長大なレポートの総括です。2008年のスピードグルー禁止という歴史的転換点以降、中国の卓球用具市場はラバー本体のスポンジ開発、テンション化だけでなく、それに付随するトランポリン接着剤、膨張ブースター、専用クリーナー、粘着復活剤といった周辺ケミカル製品の異常なほどのイノベーションによって失われたスピードグルーの威力を執念で取り戻し、さらなる高みへと到達しました。 DHS、ロキー、インヘ、サンウェイ、それぞれのメーカーが ITTF のルールと物理科学の限界ギリギリに挑みながら、全く違う哲学とアプローチで選手をサポートしていることがよくわかりました。
日本の整然とした卓球環境では、接着剤はとにかく薄く均一に塗るもの、ラバーは練習後にクリーナーでさっと拭くだけのものという常識が支配的です。しかし、一歩世界、特に中国本土や海外のマニアックなフォーラムに目を向けると、そこには私たちの常識を覆す全く異なる物理法則の解釈と、勝利に対する執念が生み出したケミカルの哲学が存在しています。日本の常識が世界の非常識だったんですね。胃の中のカエルでした。卓球はラケットという道具を使ってボールを打つモータースポーツのような側面があります。自分が使っているエンジン、ラバーの特性を深く理解し、それに最も適したオイルやタイヤ、アクセサリーケミカルを自分で選択し、自分の手でチューニングし、使いこなすこと。それこそが用具のポテンシャルを 100%、いや 120% まで引き出し、試合の極限のプレッシャーの中で相手を圧倒するための誰も教えてくれない隠された鍵なのです。はい。私も早速家に帰ったら自分のラバーの状態といつも使っている接着剤やクリーナーの成分をもう一度見直してみようと思います。ベビーオイルの復活術はやっぱりちょっと怖いから使わなくなった古いラバーの端っこでこっそり試してみます。ははははは、用具の探求に失敗はつきものです。くれぐれも自己責任で、そしてルールを尊重して楽しんでくださいね。それでは皆さんの卓球ライフがさらに深く楽しく、そしてマニアックになることを願って、次回のテーブルテニスインサイトの動画でまたお会いしましょう。お相手はケンジとみさきでした。長時間の動画最後までご視聴ありがとうございました。